ございます。今、19日目ですね、アメリカ一周の旅も。今、フィラデルフィアの、中心地から少し離れたところ、ワシントンモニュメントにつながっているこの大通りに真ん中に今立ってます。各国の旗がずっと並んでる印象的なエリアですね。で、どこに行こうかと言いますと、すぐそこにですね、バーンズファウンデーションっていう、美術館がありますので、そこに行こうと思っています。なんか日本語だとバーンズ財団美術館っていうらしいですけれども、1922年だったかな、まあ100年近く前にですね、バーンズさんっていうこちらの医者が薬を作った、なんか製薬業で成功したそうでして、薬を作ってすごいお金持ちになっちゃったから、町の人々のために、美術教育をしたいってことで、絵画をめちゃくちゃ買い漁った、結果がこの美術館だそうです。割とアメリカ有数のその西洋画、しかもなんか印象派が多いって聞いてますけれども、そういうなんかヨーロッパ系の絵画をめちゃくちゃ買い込んで、置いてあるそうなので、ちょっと楽しみですね。あそこになんかミュージアムっぽい感じになって看板が出ております。いやー、すごい気持ちのいいエリアですね。ところで今フィラデルフィアは、気温が10度しかありません。ちょっとこの薄いダウンジャケットしか持ってきてなかったんで非常に寒いです。なんかテキサスとか32、3度あったのに、ちょっと北に登ってきただけでもうこんな寒いので、ちょっとこれからカナダのこっちの方まで行こうと思ってたりしてるんで、めちゃくちゃ不安ですね。ちょっとニューヨークとかでなんかジャケットとかダウンとか買わないとちょっとやばいかもしれないです。ちなみにこのバーンズファウンデーションっていうその美術館ミュージアムがあるあたり、結構静観でいいですね。なんか良さそうな、コンドミニアムとか結構あったりします。綺麗ですね。リフレクティングプールみたいな。じゃあ入ってみたいと思います。バーンズファウンデーションです。バーンズコレクションです。中はなんか上質な家具が置かれているゆったりした空間でとても贅沢です。アート教育を目的にされていたからか、なんか個人の財団なのになんかこれでもかとゴッホとかルノワール、マティス、ピカソ、モディジャーニとか、あとドカとかそういったものが展示されています。物的にはなんか印象派の時代のものが多いような感じです。で、良かったのはですね、デジタルガイドの凄さです。QR コードを一度読み込んでからカメラで絵画を見ると、それぞれの説明が出てきます。それで気に入ったものはメールで送ることもできたりします。で、加えてですね、絵画のみならず、3次元の美術品、銅像とかそういったものもきちんと認識されてまして、さすがだなと思いました。とても面白い美術館でした。これが、バーンズ博士です。昨日水曜定休で空いてなかったフィラデルフィアのステートミュージアムの方に来てます。やっぱロッキー像は人気ですね。やっぱり人がいっぱいいます。あと黒人の写真撮る用おじさんの人が毎日いるみたいですね。きっとあれでお金稼いでるのか。あとこれ観光バスなんですけど、やっぱりロッチはこの街の一番のシンボルなのかなという感じで、ちゃんと絵になってます。いやー、めちゃくちゃ天気がいいですね。なんかこの建物なんですけど、すごい立派だから何なんだろうと思ってちょっと調べたら、この建物自体はアメリカの建国100周年
1776年建国のはずなんで、1876年なんでしょうね。その時の式典のために使うメモリアルホールとして作られたそうです。でその後1年経ってから、ミュージアムとして使うようになったそうですね。まあちょっとなんか目の前今改修中で見えないですけど、横の方とか見ただけでもなんかもう神殿みたいな作りですもんね。単純にミュージアムだけで確かにこんな神殿は最初から建てるってことはないんだろうなという感じですね。さてじゃあ中に入ってみます。なんとですね、表が改修工事中だったので入れなくて、ウエストエントランスっていうんですけど、なんか真後ろ、建物の真後ろから入らなきゃいけなかったみたいんで、ちょっと半周してきました。こうやって入り口見ただけでも立派ですね。本当になんかアテネの神殿ですかっていうような感じです。いや、それにしても今日風が強いです。風が強くて寒い。いやー、もう5月になろうという時期なんですけど、やっぱ東京より全然寒いですね。緯度的には多分北海道ぐらいなんじゃないかなと思いますけど、いやー立派だな。フィラデルフィア美術館です。この宮殿みたいな建物は1876年のアメリカ建国100周年を記念して建設されたメモリアルホールだそうでして、だからかものすごく壮麗でした。なんか本当に宮殿みたいな作りでして、建国100周年っていうなんかその定規をどれだけ大事に扱ったかが分かるって感じです。ただ翌年の1877年から美術館として公開されたそうです。収蔵品は全米有数らしくて、古今東西のものが展示されています。伝統的な西洋画もあれば、浮世絵も結構ありましたし、現代アートもあります。面白いのが、各国の建物や柱、部屋などを作っているコーナーがありまして、中世の中国とかインドネシアとかの展示がありました。で、中世の日本家屋もありまして、ちょっとしたミニチュアの町屋みたいなものになってて、なんかアメリカ人がどんな風に見物するかっていうのをこっちから見物するみたいなのが面白いっていう感じがちょっとありました。めちゃくちゃ風が強いんですけど、この看板いいですね。下がバネみたいになってて、めちゃくちゃ風が来て倒れそうになって戻ってくる。なんか浮き上がりこぼしみたいになってます。確かにこういうのじゃないとこんな風じゃ倒れてどっか行っちゃいますもんね。いや、これいいなと思いました。美術館も見終わったので、まだ明るいんですけど、もうちょっとお腹が減ったのでご飯食べようと思って、リトルサイゴンっていうところに来ました。フィラデルフィアはですね、リトルサイゴンというベトナム人街があるそうで、今リトルサイゴンの中心地に降り立ったんですけど、本当にって感じです。確かにあそこにベトナム語が書いてある店はあるんですけど、いやなんか全然ベトナム人歩いてないし、中華街みたいなもんもなければベトナム料理屋さんも全然ないんですよね。全然ってことはないんですけど、ここは本当にリトルサイゴンなんだろうかと思うんですけど、一応 Google マップを見るとここは本当にリトルサイゴンだそうです。漢字書いてあるけどな、ベトナム語じゃないんですよね。どこがリトルサイゴンなんだろうって感じですけど、マップ見た限りだとベトナム料理屋はいくつかあったので、ちょっと入ってみたいと思います。ちゃんとベトナム人の方が
ベトナム料理やってたら現地のような美味しさなんだろうなと思うんで、ちょっと探してみたいと思います。ちょっと歩いてたらですね、サイゴンマキシマムレストランとか、なんかニューワールドプラザって書いてありますけど、めちゃくちゃベトナム系のものが並んでそうな、ちょっとしたモールみたいなところにやってきました。これがリトルサイゴンなのかな。確かにベトナムの鍋が食えそうですね。確かにもう寒いからそういうものが食いたいですけど、ベトナム語がちゃんと並んでる。ベトナムの美容院かな。ベトナム語も書いてあるんですけど、結構簡体字が多いですね。中国の人も青銅人気なんですよね、ベトナムで。でもベトナム語だ。これは反対字じゃない。お席にも繁盛してる感じはしないですけど、でも駐車場がすごいフルですね。もう駐車場はいっぱいです。確かにいろんなお店が立ち並んでますね。でもベトナム語のなんか募集みたいなのもありますね。いやしかしベトナムの土産屋がありますね。やってるのはでも歌人なのかな。歌人ってつまりベトナム系のてか中華系のベトナム人がやってますかね。レストランとかもやってるんだな。そこまでつながって終わりか。ちょっとまた歩き出してるんですけど、この交差点はちょっとベトナムっぽいですね。そこにベトナムの国が書いてある、雑貨屋さんもあれば、なんかちょっとだけベトナムっぽい。でもなんかあっちはメキシコだしな。そんなにベトナム料理屋があるって感じはしないんですけれども、ほんの少しだけベトナム料理屋があったりとか、なんかちょっと調べたらさっきみたいなミニモールみたいのがもう一箇所別のところにあったので、ちょっとそこも覗いてみたいと思います。ちなみにリトルサイゴンとは関係ないんですけど、フィラデルフィア美術館行ったらフィラデルフィア美術館のチケット買ったら横にあるロダン美術館の入れるよって言われて、買ってるんですけど、別に金額同じなんですけど、ロダン美術館はですね、火水木とお休みで、今日お休みだったので入れませんでした。美術館火水木お休みってなんかいいですね。働く気があんまないのかなとか、普段はそんなお客さん来てないのかなとか、ちょっといろいろ考えちゃいましたけど、もし彫刻が好きでロダン美術館に来たいと思ったら結構週休3日なんで気をつけないといけないなと思った次第です。いやしかし本当リトルサイゴンと呼ばれる場所を歩いてるんですけど、全然リトルサイゴンのサイゴンがないですね。どうなってるんでしょう。ありましたね、ベトナムミニモールみたいのがまたありました。でもチャイニーズクージン&KTV って書いてありますけどね、KTV ってなんか東南アジアとかによくあるカラオケみたいなやつのこと言ってるんですかね。
あそこにベトナム語が見えます。ベトナム語が見えると少し和むというか落ち着きますね。これを目的に来てたんで。でも確かになんですけど、フィラデルフィアのお店が結構ですね、なんか街の中心部にも、ベトナム料理屋さん、フォーの店なんですけど、正直ベトナム料理っていうかフォーの店が結構多くありまして、これもベトナム料理屋だ。フォーガーって書いてありますね。こっちの方がちょっと栄えてますね。さっきのところは閉まってるとこ多かったですけど、こっちの方がまだ開いてるかな。2階までしっかりありますしね。あそこにやっぱこれはプラザなんですね。ウィングワットプラザっていう風に書いてあります。なるほど。でもさっきあったアメリカ国旗と南ベトナムの国旗じゃないですね。でもやっぱサイゴンって言ってるぐらいだから、てかさっきのところもそうですけど、南ベトナムの国旗を掲げてたくらいですから、やっぱりそのどさくさで逃れてきた方とか結構いるんですかね。サイゴントラベル。でもこれ完全に中国語だな。しかも大陸系の感じですね。マーケット。ゴンチャがありますね。台湾の有名なタピオカティーです。店自体は正直なんか閉まってるところも多いですし、なんか大丈夫なのかと思うんですけど、車はすごいもう満車ですね。今もいっぱいいて、いっぱい入ってきますし、結構ありますね。でもこれで終わりか。いや、この475、475ってところで食べてみました。めちゃくちゃ安かったですね。10.75 ドルでチップなしっていう安さ。完全にベトナムの方が作ってて、なんて言うんでしたっけ、ベトナムのレモンライムでしたっけ、すごい効いてて美味しかったです。お腹がまだいっぱいになってないので、ちょっとまたもう1点別のところに別のものも食べてみたいなと思って適当に入ってみようと思います。なんせアメリカに来たらめちゃくちゃ安いですからね。